こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日は、なんかこう、人間関係かな。人間関係とか職場とかでどうやって波動を整えるとか、そういう話をしたいと思っています。で、なんていうのかな。まず、職場ってものすごいこう波動乱れるとこなんですよね。やっぱりこう、結構こうなんていうのかな、好きなことやってんだったらいいけど、意外ともうなんかやりたくない仕事をやってたりとか、なんて言うんだろう、やっぱり気張ってたりするからね、お仕事中とかだと。だから気張ってたり、やりたくない仕事してたり、意外と会いたくない人がいたりとかね、そういうのがあると、もう全てこれは宇宙的には逆走の要素がいっぱいあるんですよ。でもそれはもうシステムとして、そういう職場って、お仕事っていうのはそういう形で、やっぱ働きに行って、お仕事するっていうのは結構ね、そういうとこだから、もうそれはしょうがないんですよね。そこで自分が変わっていけばいいわけだから、あの、私もスーパーでお仕事とかしたことありますけど、やりたい仕事ではなかったからね。本当にもう、いつも泣きながらやっていたけど、いかにそこで楽しめるかっていう感じで、ものすごく楽しく、やったんですよね。そこでの自分の意識を変えていくっていうことが大事だと思います。でだけどやっぱりこういろんな人がいて、嫌な人がいたりとかね、いい人がいたりとか、そこで喋んなくちゃとかいろいろあると思うんだけど、職場でやっぱりこうまず波動を整えるっていうのはほぼ無理だと思った方がいいよね。あのだからその職場、トイレとか行った時とかもいいけど、職場以外のとこでやっぱり波動を整える練習した方がいいんですよ。それ以外のところでどん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 自分の時間をとって、自分自身がこう波動をまず戻していくんですね。波動を戻すっていうのは、安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる、これですね。だからなるべくこうぼーっとしたり安心する時間を職場以外のところでなるべくそういうふうに取るようにして、自分の波動を戻していく。よくあるのはだから仕事中とかに嫌な気持ちになっちゃうとかね、やりたくない仕事やろうとしてなんかあったりとか、いけないいけない波動が乱れちゃったとか、でもやっぱりなんていうの、言いたいこと言いたくなったりとか嫌な気持ちになった時に、波動を戻さなくちゃって、無理ですよ。ほとんど仕事中は無理だと思うから、そういうことはもう本当にそこの職場の中ではやらないようにして、やってもいいけど、そういういろんなとこに気回してる時にそんなことやってたら大変ですから、そういうことはそれ以外のとこでやるっていうのがポイントになりますね。そうすると職場以外のとこで波動を整えるように意識し始めると、意外と人間関係がうまく回るんですよ。職場の人間関係であったり、周りの人間関係が良くなっちゃうから。あと嫌だなと思ってる人が異動になったりとか、上司嫌だなとか思ってる人が辞めちゃったりとか、なんかそういうことが始まってくるんですよね。本当にね、すごいなと思うんですけど、だからそれ以外のとこでまず波動を整えるっていうのが大事だと思います。あとだから人間こういうスピリチュアルなこと、このチャンネルに来てくださった方はやっぱりちょっと自分が進んでるって思った方がいいと思うけど、ほとんどの人たちはやっぱりこういうことが分かってない、スピリチュアルなこととか分かってないから、こういう話を共有しようとしても無理だと思うんですね、職場の人とかと。だから話したい内容が結構違ったりとかね、全然違う可能性があると思うから、そこで同じような話をしよう。例えばこういう話ってやっぱり一部の人しかやっぱり分かってそうで分かってないというか、分かり合えて、職場の人とかで分かり合おうとしたり、普通の友達と分かり合おうとしてもほとんど無理な話だと思うんですよね。うん。だからなんていうのかな、無理やり話を合わせなくちゃとかね思いがちだけど、なんていうのかな、だから逆に言ったらほとんど話が合わない人もいるんじゃないかなっていう感じかな。私はねすごくやっぱり変わってったのかもしれないんですけど、いつもこう例えばなんか職場に行ったりとか、なんかどこかでお仕事したりすると、お昼とかはだいたい一人なんですよね。
一番大事な波動整えタイムを他の人に邪魔されたくないみたいなとこがあって、前からそうですね。一人でなんていうのかな、例えばそういうオフィスみたいなところでお仕事をするとするじゃん。そこはすごい楽しくやるんだけど、まあまあ普通に楽しくやるんだけど、ランチタイムは必ず一人で公園とか行って、なんか飛んできた、公園とか行って、なんていうの、波動を整えるというか、もう何にも考えないで、絶対一人の時間取りますねっていう感じなんですよ。なんか誰かとつるむっていうのが本当にちょっと苦手なので、で話も全然合わせないですね。ほとんど話さない。なんだろう、そうで、話さなくちゃいけないこととかお仕事のこととかは話したりするけど、なんかそういうなんていうの、自分からそれに合わせて話っていうのはしない。だから黙ってることも多かったかなっていう感じです。でもね、なんかこういうふうにね、自分を貫くというか、あんまり人にいい顔しないんですけど、そうするとなんかその職場の人とかが相談してくんですよね、私に。なんか家族の話とかしてきたりとか、仕事中とかに言ってくんだよ。なんか知んないけど、で、ああそうなんだとか言って、なんか話を聞くことはあったけど、自分から何かその人たちにこう合わせて何かをするってことはあんまなかったんですね。で、こういうやっぱりこう高波動になってきた時に、人間関係とか、まあ、職場で今まで気使ってたけども気使えなくなったとかいろいろあると思うのよ。だからまずこう職場以外のところで波動を整えるといいと思うんだけど、こういうね、なんていうのかな、何の意味もない会話についていろんなことが分かってくるととっても苦痛になってくるんですね。だから無理やりそれについて話を合わせようとしなくていいってことですね。だったら別に黙ってればいいんですよ。喋りたくなくて、それでもいいの。だけど無言が耐えられないみたいな人いるんですよ。なんていうのかな、こう人といて気使って喋らなければみたいな、相手に気使って無言であることが悪いような気がして、なんか天気ですねとかね、なんていうのかな、最近どうなんですかとか、なんかそういう感じでわざわざ自分から言葉を発しなくちゃとか、なんていうのかな、そういう気を使うようなところってやっぱりこう日本ってあるような気が、日本だけじゃないかもしれないけどあるから、無理してそういうことをやろうとすると苦しいと思うから、なんて合わせなくていいってことですね。黙ってたっていいんですよ。で、黙っててあげると逆に相談されたりする、なんていうのかな、そういう心地よさを感じてくれたりするっていうことですね。そうそうそう、ここの辺りあるんじゃないかなと思います。結構ね、だからそうだな、やっぱコロナみたいなことが何で起きたかっていうと、やっぱりこう突っ走ってきた人たち、なんかこうやっぱりいつも元気いっぱいでいなくちゃいけないとか、周りに合わせてすごい自分を演じてたっていうか、なんていうのかな、いつも元気な自分を演じてたりとか、なんていうんだろう、人に気を使ってこうやってなんかなんていうの、黙ってる時間が悪いような気がするとか言っていっぱい喋っちゃったりとか、あとはそのやっぱり相手にその顔色を伺って合わせちゃったり、会話面白くもない会話の中で「うんふんそうだね」みたいなそういうことをやってた人は結構今苦しかったり現実がうまくいかない人が多いかもしれないから、これは逆走ですからね。相手に合わせてるからやんなくていいんですよ。そんなこと逆に言ったらやらない方がいいんですよ。そういうやらないっていう選択してあげると楽になる人がいっぱいいるってことなんですよね。でもそのなんていうの、相手のことが嫌いなわけじゃないから、で仕事で突っ張ってるわけでもないというか、自分が自分でいてあげるっていうか、そういう仕事は一生懸命やるんだけど、それ以外のところで無理やり喋んない、付き合わないっていうか、だってそういう変な付き合いをやめるためにコロナみたいなこと起きたんじゃないかなと思うよ、やっぱり。だってほらアフターファイブに飲み会行かなくちゃいけないとか、もう飲み会も私は大嫌いだったし、もういかに避けるかってことばっかり考えてて、なんつうのかな、人がとりあえずねこうねつるむっていうことが苦手だし、意味のない会話がとっても苦痛だったんですよ。なんか意味のない、もう行くたびにすっごく嫌な気持ちになるし、なんかこうやっぱ集団でいて変な盛り上がりですね。全然自分の気持ちは盛り上がっていないのに盛り上げがんなくちゃみたいな、ああいう感じとかがとっても苦痛だったからいつも避けてて、
たんですね。でもその選択で良かったんだなっていう感じで今は思ってるって感じだからスターシードサロンは本当に珍しいんですよね。ああいうなんていうの、たくさんの人たちと集まったことができるっていうのは一人一人がやっぱり子なんですよ。別に人に合わせない人たち、なんて言うんだろう、子として立ってる人たちっていうのかな、自分を生きてるから楽。それぞれが自分を生きていて、あれやろうよこれやろうよってさ押し付けてこないんですよ。自分でやりたいことみんなやってるから、その子がただただ所在確認したみたいな感じだから、全然なんていうのかな、見てるようで全然見てないし、自分を一生懸命みんなやってるみたいな、それが心地いいって感じなんですね。これはやっぱりなんか分かりやすいんじゃないかと思うんだけど、だから職場で無理やり波動を整える必要もないし、相手にも合わせる必要がないってことですね。こういうふうな無理なことをしてると全然うまくいかなくなると思うし、おかしかったよね。だって思ってないことをやっぱり言ったり、思ってないことを何て言うんだろう、でもそういう人がまだまだ圧倒的に多いのかもしれないし、なんていうのかな、やっぱり本音と建前みたいな感じで人付き合いをすることがいいみたいな感じがあるかもしれないけど、付き合いたい人とだけ付き合えばいいんですよ。付き合いたくない人はもう切るみたいな、パシッと切るみたいな感じ、そういう潔さも大事だし、そうしてあげると相手だって分かることがあるわけだから、そういう感じの自分の気持ちに正直にあるっていうことが大事なんじゃないかと思いますね。そうすると本当に楽になると思うから、みんなにさ、万人に好かれようとしない方がいいんですよ。なんだろみんなに好かれようとするってことはとても外軸だよね。そうみんなに好かれたいってすごい外軸でも、自分の気持ちに正直であるとそれがさ、やっぱりすごいなんて言うんだろう、勝手にみんなが好きになっちゃうんだよ、そういう人のことを。本当はそういうもんだったんだよね。だけどその自分っていうものをなくして人に合わせて好かれたいっていうのもさ、やっぱり自然なことだと思うのね。やっぱりみんなと仲良くしたいっていうことだと思うんだけど、みんなと仲良くしたいんだったら自分を生きてあげた方が仲良くできるんだよね。みんなが自分を生き出して楽にさせてあげる、自分も楽になるし周りも楽になってくるから、そういう感じで徐々に徐々にでいいんだけど、職場以外のとこで一回波動を整えて自分を生きるようにしていくと、職場でもそうなってくるし、人間関係とかもやっぱり無理をしないで、自分が喋りたい時喋る、仕事の時にだから無理な自分なんで完璧な自分とかやらないで、できないものはできないってちゃんと認めてあげたり、なんか無理なプレッシャーをかけないで、こういういろんな気持ちが出てきたらブロック解除統合のワークとかそういう感じでなんかやっぱり書き換えながら自分に無理をさせないようにしてあげるとお仕事場でもすごい楽になってくると思うから、そういう感じでスピリチュアルなワークとかを利用しながらやっていくといいと思います。やっぱり仕事っていうのはとってもいいことだと思うんだけど、結構これやりたくない仕事をやっている可能性もあるから、でもやっぱお金のためにやっぱまだ当分の間はバランスを取りながら自分がやりたいことと収入っていうのが全部リンクしない可能性もあるから、じゃあその時にそこの場所でね、今やってる職場で気持ちよく過ごすためにはやっぱりそこも徐々に徐々に自分を生きていく、自分を出すというか無理をしないっていうことですね。っていうふうにしていくと居心地が良くなったり自分が楽になって、勝手に周りもねだん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 いい感じの、自分が一番心地いい感じに変わっていくんじゃないかと思いますので、よかったらやってみてください。ではでは。